こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルは IT 初心者のための動画をお送りしております。今回はマイクロビット初心者のための入門講座、マイクロビットで電圧を測るというテーマでお送りします。この動画の内容は、メイクコードで利用できる入出力ブロックと AD 変化、電池の電圧を測定する、アナログ電流出力のある握力計での測定プログラム例について解説します。メイクコードでの入出力カテゴリーでは、デジタルで読み取るブロックやデジタルで出力するブロック、アナログを読み取るブロック、アナログで出力するブロックなど多くのブロックが用意されています。この中でアナログで読み取るブロックはアナログデジタル変換と呼ばれる機能を持っています。アナログデジタル変換とは、アナログ値をデジタル値に変換する機能のことです。通常電圧を測定する場合に電子機器から出力される電流は連続した電流値です。このように連続した値のことをアナログ値と言います。それに対して数値に変換されたデータのことをデジタル値と言います。アナログ値をデジタル値に変換するには、一定の周期でサンプリングしてアナログ値を数値化します。ここに使用されるのが AD 変換器です。コンピューターに電圧の変化を取り込むには AD 変換器が使用されます。変換された値は0、1の2進数に変換されます。プログラムの中では10進数に変換されて取り扱われることが多いです。これとは反対に、デジタル値を DA 変換器を使ってアナログ出力を行うこともできます。マイクロビットはこれらの装置が内蔵されています。マイクロビットでの電圧測定機能について説明します。マイクロビットは電圧を0から1023の1024段階の変換値として取り込むことができます。また、許容される電圧値は0から 3.3V の間の値となります。この図では、プラス極にポート0を接続し、マイナス極にグラウンド極を接続して測定しています。右の図は、アナログ値を読み取る端子 P0 のブロックを使用し、ディスプレイに数値表示するプログラムです。アナログ電圧を入力できる端子ポートはどのようなものがあるでしょうか。アナログ値を読み取る端子のオプションは、ここに示すように、ポート0から4、10の6種類あります。これらの端子は、左の図の端子番号に対応しています。主に使用するのは、ポート0から2にまでの3つの端子です。それでは、電池の電圧を測定してみましょう。用いるブロックはアナログ値を読み取るブロックと数値をマップするブロックです。プログラムはずっとブロックの中に、数を表示ブロックの中にこのブログを入れていきます。そして1秒ごとにこの測定を繰り返します。数値をマップするブロックについて説明します。これは数値をマップするの横に入れたブロックの値を参照して以下のパラメーターで変換するブロックです。この値を元の上限下限で設定した数値の範囲を結果の上限下限で設定した値に変換するブロックになっています。ここではアナログ値を読み取る端子の上限が1023で下限が0なので、この値を元の下限と上限に入れます。この値は0から 3.3V に対応しますので、結果の上限と下限には 3.3 と0を入れます。するとアナログ値を読み取るブロックから読まれた値はボルト変換されて取り込むことができます。それでは今作ったプログラムを実行してみます。でまずは、黄色がポート0で、白がグラウンドにつないでます。でこれを、直接つなぐと今は 0V ということで表示されてますね。でここを切ると、ちょっと雑音が入ってますけども、電池をこうつなぎますね。電池を、黄色とグラウンドのをつなぎました。そうすると、1.3V ぐらいですね。1.3V というような形で、電圧が測定できています。これを同通させると 0V というような形です。それでは
このアナログデジタル変換を利用して握力を測定するプログラムを考えてみましょう。このプロジェクトではアナログ出力のある握力計を想定し、握力の最大値を測定し表示するプログラムを考えます。この握力計は0から 100kg の測定値を0から 3.3V に対応したアナログ出力するものとします。それではプログラムを見ていきましょう。最初だけブロックの中にシリアル通信1両書き出しでスタートをコンソール出力します。これはコンソールが開けるように小データボタンを表示させるために使用しています。次に変数モードを999にします。このモード変数は測定の状態を保存する変数です。999は準備状況にあることを設定しています。次に A ボタンが押されると測定が開始されるようにこのブロック内を設定しています。最初に音を鳴らして変数モードを1とします。これは測定が開始されたことを示します。そして握力の最大値を格納する変数 MAX に仮の最大値0を入れます。次にボタン B ですが、このボタンを押すと測定が中止するように設定しています。このボタンが押されると音を発生させ、次に変数モードを0として測定を停止させます。次に測定を監視するブロックですが、ずっとブロックの中に条件判断ブロックを入れています。条件判断ブロックは2つの模試ブロックで構成しています。1つは変数1モードが1であるか、つまり測定中であるかを判断するブロックで、もう1つは測定が停止されたかどうか判断するブロックです。測定が開始された、つまりもうモード1の場合、関数測定を呼び出します。測定停止の時、つまり B ボタンを押した時モードが0となるので、測定停止を呼び、結果を表示する関数ストップディスプレイをここで呼び出しています。測定用関数の定義について説明します。この関数内はアナログ値を端子 T0 より読み取った後、数値をマップする関数でキログラムに変換しています。そして変換された値と現在の最大値を比較し、大きい方を新しい最大値として設定しています。そして測定した値が格納された変数キログラムをコンソール出力しています。ストップディスプレイ関数は B ボタンが押された時呼び出されます。ここでは変数 MAX のネオ四捨五入し、改めて変数 MAX に代入します。そしてシリアル通信変数名前と数値を書き出すでコンソール出力します。またマイクロビットの LED にも変数 MAX の内容を表示します。最後に変数モードを999として測定準備状態に戻します。それではプログラムを動かしてみます。まずコンソール画面表示しますね。そして A ボタンで測定開始、そして B ボタンで測定終了。コンソールの握力表示が正しく出ていることが分かりますね。そして上の方に、こういう形でデータが出てます。はい。この値が四捨五入してですね、一番下の方に、最大値として、ここに出ているっていうことです。今回の動画ではマイクロビットなどのコンピューターでのアナログ電圧測定はアナログデジタル変換器により行われ、数値として取り込まれるということを説明しました。またマイクロビットに取り込まれた AD 変換値をキログラムボルト単位に変換するには、数値をマップするブロックを用いると簡単に目的の単位に変換することができました。今回は握力計での AD 変換例を説明しましたが、アナログ電圧出力のある測定機器であれば、いろいろなデータ記録や分析に応用できるものと思われます。ご視聴ありがとうございました。